大手自動車工場のリストラにあった。中年の身に他に売れる技術もなく、やっと見つけた仕事は小さな町工場の倉庫係。初出勤の日、隅に埃をかぶった巨大な機械を見つけた。最新鋭の輸入港精度工作機械5万ドル以上の価値があるのに、廃鉄同然に放置されていた。新人の同僚が笑った。あんなの見たって無駄だよ。社長が大米は炊いて買ったけど、8人もの専門家に頼んでも動かせなかった。今じゃただの高い文鎮さ。私は歩み寄り、慣れ親しんだ筐体のラインを手でなぞった。これ、直せます。工場中が静まり返った。騒ぎを聞きつけた社長がやってきて、私を上から下まで無別の眼差しで見下ろした。直してみろ。できたらこの会社の半分をやる。失敗したら一生かけて弁償しろ。工場の乾いた熱気には、機械油と金属の粉の匂いが混ざっていた。視線のすべてが私に集まる。信じられないというより嘲笑に近い、まるで狂人を見るような目だった。社長のリックソーンは40代、膨らんだ腹に金縁眼鏡をかけている。人混みをかき分けて進み出ると、外科用メスのように鋭い視線で私を見た。色あせた作業シャツから、埃まみれの安全靴まで。最後に彼の目が止まったのは私の手だった。硬いペンダコと銀色の小さな傷跡が地図のように広がるその手に。お前が？彼は鼻で笑った。疑念と露骨なあざけりが混じった声だ。ジョン・カーターだったか？人事から聞いたよ。ゼネラルモーターズの倉庫で働いてたってな。シニアテクニシャンでした私は訂正した。声は大きくないが、一語一語がはっきりしていた。シニアテクニシャン？リックは正規のジョークを聞いたような顔をした。腹を揺らしながら高らかに笑う。工場中にへつらう笑い声が響き渡った。シニアテクニシャンが倉庫係？冗談もほどほどにしろよ、カーター。嘘じゃない私は彼の目を見据えて繰り返した。直せます。私の視線は彼を越え、隅にうずくまる巨体へと向かった。ドイツ製 DMG モリの5軸マシニングセンター。象牙色のエナメル塗装は厚い埃に覆われ、忘れ去られた芸術作品のようだ。胸がうずいた。旧友との再会、甘く切ない痛み。リックの笑いが喉に詰まった。頬の肉がピクッと痙攣し、目が冷たく硬くなる。よかろう彼は手を叩いた。うちには20人のエンジニアがいる。8人の専門家や教授に7万ドルも払った。お前みたいな口を聞くやつは一人もいなかった。彼はすぐそばまで詰め寄り、短い指を私の鼻先に突きつけた。それが倉庫係のお前が直せると？直せます私は一歩も引かなかった。決まりだ。彼は腕を振り上げた。かけよう、今ここでだ。機械を動かせたら会社の半分をやる。書類はその場で作って、その場でサインする。周囲から一斉に息を飲む声が上がった。会社の半分。数百万ドルの価値だ。リックの目が凶暴になった。追い詰められた獣のようだ。だが、もし直せなかったり、余計に壊したりしたら歯を食いしばり、声を低くうならせた。この機械は50万ドルした。お前の人生をかけて弁償してもらう。工場は水を打ったように静かになった。扇風機の音さえ止まったかのようだ。社長、こんなバカ相手に時間を無駄にするなよ職場長がなだめようとした。そうだよリック、奴は名前を売りたいだけだ。リックは彼らを無視し、私を睨みつけた。やるのか、やらんのか？つまさらの顔が脳裏をよぎった。青白く痩せ細ったその顔。彼女の薬代はすでに貯金を枯渇させていた。娘は大学に合格したばかり。
今まで以上に金が必要だ。私はリストラという名の浜に打ち上げられた魚だ。誰もが見下すこの技術、これが私に残されたすべてだった。尊厳？尊厳では請求書は払えない。だがこの胸の炎をみんなを間違いだと証明したいという焦燥が私を窒息させそうだった。やりますそう言っている自分の声が聞こえた。残酷な笑みがリックの顔に広がった。よし。度胸がある彼は振り返り、助手に吠えた。マーク。契約書を持ってこい。いや、契約書じゃない。賭博証文だ。口先だけの男に今日は思い知らせてやる。数分後、プリンターのぬくもりが残る用紙が私の前に叩きつけられた。設備修理賭博契約書。リックソーン。オツ、ジョン・カーター。条件は残酷なまでに単純だった。ジョン・カーターが DMG5 軸マシニングセンターの修理に成功した場合、コーは会社株式の 50% を譲渡する。修理に失敗または負荷損害を与えた場合、ジョン・カーターは設備の全原価償却費50万ドルを弁償する。一生かけて弁償させるってのは本気だぞ。リックはタバコに火をつけながら言った。煙が顔を包み、一層脅迫的に見える。払えなければ借金の方に働いてもらう。お前の妻と子にもちゃんと面倒を見てやるからな。露骨な脅しだった。他の労働者たちが集まり、囁き合う。あいつ、頭がおかしい。本当にサインする気だ。あの様子じゃ、どうやって弁済するつもりだ？人生を棒に振るぞ。口先だけの罰が当たったな。私はペンを手に取った。先端が紙の上で一瞬揺れた。今朝の妻を思い出した。私の手を握りしめ、心配そうな目をしたあの妻を。ジョン、無理をしないで。あなたの健康が一番よ。お金はゆっくり戻ってくるから。娘の興奮した声を思い出した。パパ、奨学金もらったよ。パパとママの助けになるでしょ。失敗は許されない。勝たなければ。一瞬の躊躇もなく、私はオツの欄にジョン・カーターと署名した。書き終えて顔を上げると、リックの侮蔑に満ちた視線とぶつかった。社長、前借りをください。3月分支給分を。リックは呆然と私を見つめた。そして、前より大きく、よりあざけるような笑い声を上げた。ははは。まだ仕事も始まってないのに金を貸せだと？このクズが言葉を飲み込み、表情は純粋な嫌悪に変わった。よかろう。欲しいならくれてやる。会計係に札束を持ってこさせ、みんなの前で私の目の前の机に叩きつけた。2000ドルだ。妻の薬でも買ってやれ。緑色の紙幣が木の葉のように散り、床に舞った。何枚かは近くの旋盤の油まみれの台座の下に滑り込んだ。その瞬間、すべての音が遠のいた。頭に血が昇る音だけが聞こえる。屈辱が鈍いナイフのように私の内臓を引き切った。私は黙ってかがんだ。数十の視線の前で私は一枚一枚紙幣を拾い上げた。どれも他人のぬくもりとあざけりを帯びている。油染みのシワを丁寧に伸ばし、きちんと折りたたみ、シャツの内ポケット、胸の上にしまった。リックの後ろに立つ、20歳前後の白いサンデレスを着た若い女性が眉を潜めた。娘のリサだ。私は誰とも目を合わせなかった。振り返り、埃まみれの機械へとまっすぐ歩き出した。背筋はピンと伸びている。これからお前は私のものだ。私は DMG の機械の周りをゆっくりと一周した。長く行方不明だった友を見つめるように。他のものはチリチリになり、自分の作業場に戻ったが、視線と耳が私に集中しているのが感じられた。皆、
隅の道化師がどう失敗するか待ち構えている。リサは去らなかった。少し離れたところに腕組みをして立ち、隠そうともせず疑いと好奇の目を向けていた。工具セットが必要だ。私は彼女に言った。彼女は眉を上げた。どんな工具？倉庫にはたくさんある。自分で取りに行きなさい。私は首を振り、一連のドイツ語を口にした。ホフマングループ製一式、トルクレンチ、マイクロメーターセット。リサの表情が凍りついた。彼女は断片的にしか理解していないが、本場のドイツ語発音が彼女の顔の部別を少しずつ削り取っていた。なんて言ったの？私は英語に戻り、丁寧に繰り返した。ドイツ製ホフマングループの工具セット。16点ソケットセット、トルクレンチ、精密マイクロメーター一式。工場設置時に機械と一緒に買ったはずだ。銀色の金属ケースに入っている。職場長のデイブというやる気のなさそうな年配の男が鼻で笑った。おいカーター、何様のつもりだ？全部知ってると思ってるのか？そんなものここにはねえよ。あります。私は静かに言った。倉庫の棚の2段目、上から3つ目の箱。エルサッツテイエとラベルが貼ってあるはずです。デイブの顔色が変わった。エルサッツテイエはドイツ語でスペアパーツの意だ。ラベルは確かにあるが、工場でその意味を知る者はほとんどいなかった。リサの目が輝いた。彼女は職場長の方に向いた。デイブ、見てきて。デイブは私がただあてずっぽうで言っているだけだとブツブツ言いながら、2人の作業員を連れて倉庫へ向かった。数分後、3人は埃まみれの銀色の金属ケースを抱えて戻ってきて、驚きの表情を浮かべていた。ケースを開ける。中には赤いベルベット地に収まった真新しいドイツ製工具一式が、金属の輝きを放ち、保護油が表面に光っていた。デイブの顔が赤くなり、青ざめ、また赤くなった。見物人の中から、かすかな驚きの声が漏れた。リサの私を見る目が完全に変わった。私は気に留めなかった。ポケットから取り出した老眼鏡をかけ、ケースから細長い金属棒メカニック用聴診器を取り出した。電気キャビネットを一つも開けず、診断装置にもつながなかった。棒の一端を機械の主軸ハウジングにそっと当てた。そして腰をかがめ、もう一端をしっかりと耳に押し当てた。目を閉じた。その仕草は、熟練した老医師が持病の患者の診察をするようだった。わあ、見せかけだけだよ。誰を騙そうってんだ？若い作業員が囁いた。そうだよ、機械と会話できるつもりか？聞いただけで診断できるって？リサは眉を潜め、私の行動に明らかに当惑していた。私は何も聞こえなかった。世界は私とこの機械だけに縮小していた。内部からのかすかな音が聞こえてくる。歯車同士のほとんど感知できない異常な摩擦。ガイドレールが滑る時の微小でギクシャクした躊躇。潤滑ラインの特定の箇所でのかすかな気泡の弾ける音。他の者にはただの騒音でも、私には詳細な診断報告書のように明瞭に聞こえる。丸10分間、私は動かなかった。そして、体を起こし、眼鏡を外した。荒れた手を伸ばし、恋人肌を撫でるように、冷たいガイドレールの継ぎ目を指先で何度もなぞった。指先はミクロン単位の微小なずれや摩耗を感じ取ることができた。それで？リサがようやく沈黙を破った。彼女の声からは以前の軽蔑が消え、純粋な当惑にとって変わられていた。私は彼女の方に向き直り、再び集まってきたリックや他の作業員たちにも向き直った。そして診断を発表した。電気系統の問題ではありません。機械の XY 軸駆動モジュールです。
輸送か設置時に強い衝撃を受け、機械精度が不可逆的に失われています。初期推定で少なくとも50ミクロンの偏差があります。その発言は工場に爆弾のように落ちた。リサの目が大きく見開かれた。彼女は近くの机に駆け寄り、書類の山をかき分け、一枚の報告書を引っ張り出して私に差し出した。でもあの8人の専門家の診断報告書では、主制御チップの過負荷と焼損、駆動回路基板の故障、マザーボードとサーボシステムの完全交換を推奨って結論が出てるのよ。報告書には、主制御チップ故障の文字が太い赤字で記され、その下には衝撃的な修理見積もり15万ドルが書かれていた。私の目が報告書を走り、冷たい笑みが唇に浮かんだ。彼らは間違っています。どうしてそんなに断言できるの？リサは声を詰まらせながら詰め寄った。私は機械のベースにある目立たない六角ボルトを指さした。このボルトは工場出荷時の機械の水平調整の基準点の一つです。そのトルク規格は信じられないほど厳格で、許容誤差は 0.1 ニュートンメートル未満です。指でボルトをそっとひねってみた。しかし、このボルトのトルクは間違っています。再締めされています。それも素人がです。再調整もせず、工場で設定されたベース全体の応力バランスを破壊しています。それが精度低下の真の原因です。電気系統のアラームについては私は一呼吸置いた。それは単にシステムの自己防衛機能が作動しているだけです。機械的誤差がサーボモーターの過負荷を引き起こしています。工場は完全に静かになった。誰もが私をまるで異星人のように見つめていた。倉庫係が耳と手だけを使って、精密機器を携えた8人の教授たちの結論を否定したのだ。信じられないことだった。リックの顔には疑いと衝撃が入り混じり、激しく揺れ動いていた。リサは完全に打ちのめされていた。彼女の目に残っていた最後の侮蔑の色も消え、深く、隠しようのない驚きと強い好奇心にとって変わられていた。口先だけなら誰でもできるリックが厳しい顔で沈黙を破った。直せると言ったんだろう、なら直してみろ。聞こえたとか感じたとか、どうでもいい。結果が欲しいだけだ。わかりました。それ以上は何も言わなかった。上着を脱ぎ、灰色の擦り切れたタンクトップ姿になった。新しいホフマンの工具セットからいくつか変わった形の器具を選んだ。設計図も修理マニュアルもなく、機械のコア駆動システムの分解を始めた。私の一挙手一投足には奇妙な流れるようなリズムがあった。どのネジを緩めるか、どのくらいの力で。どの部品を外すか、どんな順番で。まるで1000回も練習したかのように、動作が筋肉の記憶に刻み込まれていた。ペンダコだらけで傷跡のある私の手は、ダンサーのように優雅に動いた。最初は面白がって見ていた作業員たちも、次第に静かになった。見てみろよ、知ったかぶりしてる。組み立てられなくなったら笑えるぜ。ああ、これはドイツの技術だよ。マニュアルなしでいじったら大変なことになる。自業自得だな。だが次第に嘲笑の声は止んだ。誰もが口をつぐみ、表情は面白がりから沈黙へ、驚きへ、そして最終的には畏敬の念に近いものへと変わっていった。これらの訓練された目には、私のやっていることは単純に不可能だった。技術を超越し、芸術に近づくレベルの技だった。リサはどこからか分厚いオリジナルのドイツ語修理マニュアルを見つけてきた。必死にページをめくり、本と私の手を交互に見つめ、口をポカンと開けた。ああ、神様あなたの手順。彼女は言葉に詰まりながら声を震わせた。マニュアルに載ってる極限状態における緊急構成でもドイツの教授が、これはあくまで理論上の裁量ケースで、
現実では誰にもできないって言ってたわ。その手順は不可能なレベルの感覚、経験、判断力を要求する。ほんのわずかな間違いでコアモジュール全体が使い物にならなくなる。私は顔を上げず、特殊ノギスでボールネジのクリアランスを測ることに専念していた。理論？私は静かに言った。20年前、ハノーファーで DMG のベテランたちが一から教えてくれました。汗を拭いながら話を続けた。リサの呆然とした顔を見上げ、過去の一辺を明かした。20年前、ドイツのハノーファー。DMG 本社。彼らが我が国から初めて招待した技術者の一人でした。心の中に野心に燃えた時代がよみがえった。回想。20代、ピシッとした青い制服を着て、私は世界最先端の工作機械の前に立ち、知識への渇望に目を輝かせていた。厳格なドイツ人エンジニアや世界中から集まったトップ技術者たちに囲まれていた。負けず嫌いと天性の才能に駆られ、私は記録的な速さであらゆる技術を習得した。ドイツ人マスターたちと設計改良について議論さえした。ビールを飲み、設計図を前に徹夜もした。構成した機械には一つ一つ名前をつけた。金髪で青い目のエンジニア、クラウスは私の肩を叩き、片言の英語で言った。ジョン、君は天才だ。真の機械の天才だ。回想終了。目の前の埃まみれの機械を見つめ、私の目が優しくなった。あの頃、このモデルは DMC60H と呼ばれていた。僕たちは彼女をイングリッドと呼んでいた。彼女は誇り高く、精密なドイツ人女性のようだった。最大限の優しさと理解を持って接しなければ、完璧な一面を見せてはくれない。僕はただ長年会っていなかった旧友と話しているだけだ。リサは言葉を失った。彼女は私を見つめた汚れたタンクトップを着て、背中が少し曲がったこの中年男性を。目の前の男とリストラに会い、卑しい仕事に就かざるを得なかった落ちぶれた工場労働者のイメージが一致しなかった。認知的不協和が彼女を圧倒した。あなた一体誰なの？彼女は尊敬のこもった口調で声を震わせて尋ねた。私はただ微笑み、答えなかった。作業に戻った。特殊な技法でトンボが水を切るように構成モジュールのロックピンを叩き始めた。1叩き機ごとの力加減と位置は恐ろしいほど正確だった。工場に響くのは澄んだリズミカルなチン、チン、チンという音だけだった。その音はハンマーのように見ている一人一人の心を打ち砕いた。学歴や肩書きで人の価値を測るという彼らの根深い傲慢さを。3時間後、機械的構成が完了した。最後のカバーパネルを取り付け、最後のネジを締めた。全工程にミスはなかった。外した数百の部品のうち、一つも余らず、一つも不足しなかった。終わりました。私は背筋を伸ばし、深く息を吐いた。工場は静寂に包まれた。みんなが息を凝らし、奇跡を待っていた。リックの拳は白くなるほど強く握られ、手のひらは汗で濡れていた。彼の顔には希望、不安、疑念が入り混じっていた。リサは隠そうともせず憧れの目で私を見つめた。彼女は操作盤に歩み寄り、深く息を吸い、少し震える手で緑の起動ボタンを押した。ブーン。滑らかで心地よい電気音が空気を満たした。機械の液晶画面が点灯し、一連のインジケーターランプが点滅しながら自己診断シーケンスを開始した。動いた。画面がついた。作業員が興奮して叫んだ。リックの顔に純粋な喜びの大きな笑みが広がった。動いた。本当に動いた。8人の専門家に絶望宣告されたこの金属の塊が
地味な倉庫係の手でよみがえったのだ。だが彼らの喜びは10秒も持たなかった。ビービービー。甲高い、耳をつんざくような警報音が工場の静かなうなり音を切り裂いた。液晶画面が点滅し、ドイツ語の赤いエラーコードの壁が表示された。一番上には太字の警告メッセージが誰の希望をも貫き刺すように表示されていた。システム過負荷。直ちに停止せよ。警報音は鋭く鼓膜を突き刺すようだった。ついたばかりのランプがすべて消え、画面のコードは狂ったようにスクロールした後、真っ赤な表示で固まった。工場に満ちていた祝福ムードは瞬時に冷や水を浴びせられたように消えた。リックの笑みは顔に凍りつき、しかめ面より醜い形相に歪んだ。どうしてこんなことに？動いていた。なぜ突然警報が？ちょうどその時、工場の入り口から慌ただしい足音が響いた。ソーンさん。ソーンさん。エヴァンス教授をお連れしました。助手のマークが50代後半のスーツをきちんと着た男性を案内している。リックが雇った8人の専門家のリーダー、エヴァンス教授本人だ。教授が入ってきて、機械のそばに立つ倉庫係の私を見るなり、顔を曇らせた。全く狂っている。彼は怒鳴り、学術的傲慢と権威を挑まれた男の怒りを声ににじませた。ソーンさん、私が言ったでしょ？これは信じられないほど繊細な設備です。訓練を受けていない者が振れば、壊滅的な結果を招きます。なぜこのような雑用係に私の患者に触らせたのですか？彼は操作盤に駆け寄り、真っ赤なエラーコードを一別し、深い悲しみの表情を浮かべた。大げさにももを叩き、画面を指さした。終わった。完全にダメだ。ソーンさん、マザーボードが完全に焼き切れました。以前はただの駆動チップの問題で、かすかな希望がありました。しかし、彼がいじった後、高電圧サージでメイン CPU が焼損しました。この機械は今、正式にスクラップの山です。修理の可能性はゼロです。教授の一言一言が、リックの心をハンマーで打ち砕くようだった。リックの顔は青ざめ、溶け色になり、ついには暗く険しい黒に変わった。彼は振り返り、私を睨みつけた。その目つきは冷たく生々しく、骨から肉を剥がすほどだった。ジョン・カーター。彼の声はうなり声で、騙され裏切られた男の怒りに満ちていた。私が署名した命がけの契約、50万ドルの借金が、目に見えない山のように私の頭上に崩れ落ちてくるのを感じた。周囲からの視線嘲笑、哀れみ、軽蔑が絡み合い、息苦しい網となり、私を中心に閉じ込めた。私はリックの殺意に満ちた睨みと、エヴァンス教授の得意げで勝利に満ちた嘲笑を受けて立ち、一言一言、はっきりと言った。彼は間違っています。これはカフカではありません。安全プロトコルです。誰かが故意にシステムの安全域値を変更しました。私が言い終わる前に、教授は爆笑した。とんでもない。全くもってとんでもない。彼は私の鼻先を指さし、周囲に訴えた。聞いてください。回路図も読めない倉庫係が私に安全パラメーターについて抗議だなんて。これ以上に馬鹿げた話は聞いたことがありません。これはハードウェア損傷による典型的な連鎖故障です。安全パラメーターが何かご存知ですか？この機械のバックエンドにアクセスするのにどのレベルのセキュリティ許可が必要か、少しはご存知ですか？彼はリックの方に向き直り、ナイフをねじ込むように偽りの同情を込めて言った。ソーンさん、あなたはここ足すぎて、このペテン師に騙されたのです。そしてご覧の通り。50万ドルがパーですよ。リックの拳はきしむほど強く握りしめられていた。手の甲に血管が浮き出ている。
彼は私を指さし、怒りに震える声で言った。カーター、とんでもなく良い説明をしろ。さもなければ、あの契約書は。今日、お前はこの工場から出て行かせない。